東京都市大学特任准教授、踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希です。この番組ドタサイは私五十嵐美希のドタバタした日常を科学の視点からお届けするポッドキャスト番組です。井戸に集まって世間話や無駄話をした井戸端会議のように、日常の科学をテーマに聞いているあなたとも語り合っていきます。さらにこのポッドキャストを聞いて新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいです。そして良きところで YouTube でもアップされますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。さてですね、ちょっと私今緊張してるんですよ。なんとですね、今回はドタバタ科学ラジオ2組目のゲストさんをお迎えするんですよ。でね、このゲスト本当にやばいんですよ。私がですね、世界一憧れていて、このサイエンスエンターテイナーになったのもその方がいたからこそ、こうなってるというところもあるわけですね。だからちょっと本当にいらっしゃるのかなっていうのももうわからない状態、だから本当に今日来るのかなっていうのもちょっとまだわからない状態でそわそわしてる、そんな状態です。もう震えてます。でもはい、ということで、今回ゲストでお迎えするのはですね、私のサイエンスショーの原点でもありますイリュージョニストプリンセス天功さん、そしてなんともう中学生高校生の時にもずっとね聞いていて、またこちらも憧れております大好きなリズムのゆかさんのソロプロジェクトゆキャットさん、さらにホワイトライオンのキングによる2人&1頭のユニットキング、こちら初登場になります。どうしよう。今回は4月15日更新ということですけれども、ワクワクと緊張の化学変化が自分の中で起こっていて、私も一番憧れる人に会ったっていう経験をしてないから、この変化は何だろうみたいな感じですね。一言で言うと、まさにダイナマイトの原料のニトログリセリンみたいな状態ですね。条件揃えば爆発しちゃうぞっていうね。ちょっと本当にこれ以上刺激を与えないでほしい。もうこれ以上ねいろいろやったらもう私多分大変なことになるから、はい、ということなんですけれどもね、ちょっとだから今回はいつもと違った内容でお届けしていきますが、ぜひ最後まで聞いて、特にね今回感想とかリアクションいただけたら嬉しいです。さらにこの番組ドタサイではあなたからの井戸端会議のようなお便りも募集中です。日常の科学に関する質問や疑問、ドタバタエピソード、話してほしいテーマやふつおたも気軽に送ってください。お待ちしています。ラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いします。すべてのお便りはドタバタ科学@gmail.com まで。メールアドレスはこのポッドキャストの概要にも入れておきます。番組の感想や応援などは X でハッシュタグドタサイをつけてポストしてください。ドタバタサイエンスラディオ、ドタバタ科学ラジオ第25回は、私踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希が気になるゲストさんをお迎えし、対話の中でどんな化学反応が起きていくのかをリアルにお届けしていきます。いやちょっとね、化学反応が起こるのか起こらないのかはちょっと正直本当にお話ししてみないとわからないなというところがありますけれども、ある意味これも実験的にちょっとやってみたいなと思います。それではゲストさんをお呼びします。ご挨拶よろしくお願いします。ミュージック&ネオパフォーマンスグループキングのゆキャットです。プリンセス天功です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にはじめまして。本当にいるって思って、いや本当にいるんですね。いやお二人とも私の中ではすごくもう神格化された存在で、だからもう空想の中にいる人たちだったんですよ。なのに今日本当にこのね会いましたね。はい、本当にいるとは思わなくて、本当に緊張しすぎてここ数日ちょっと本当にあんま眠れてなくて、ちょっと今すいません、本当熊とか
はい、お二人はすごいきらびやかな感じで陰と陽でねちょっとお届けしていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、まずプリンセス天功さんは、イリュージョンショーをもちろん拝見しておりまして、で私自身がこうサイエンスショーという、科学実験のショーをしているものなんですけれども、それをこうどう演出するかとか、私は踊りながら実験をするんですが、そういう、いろんなエンターテインメントと絡めながらサイエンスをするっていうところですごくもう半分は天功さんです。似てるなと思った雰囲気がちょっとなんか私かなと思って。やったそうなんです。でも私は全然その前髪とかも全然ちゃんと管理できてなくて、でも天功さんやっぱ前髪が揃っていてもうすごい。でも夕方になるとちょっと伸びてきちゃうんで契約違反になるんで、夕方前には切ってる。やっぱそこまでやらないとダメなんですね、私もね。ということでちょっと夢が叶って本当にありがとうございます。はい、そしてゆきゃっとさんは、リズムの楽曲ですね、私実は個人的にあれなんですけれども、中高の6年間、ずっと目覚まし音にしてまして、それすごくないですか？毎朝ゆきゃっとさんの声で目覚めてきた人生なんですね。ありがとうございます。6年も。そうです。なのでもう半分はゆきゃっとさんです、私の。ってことはキングですね。そういえばゆきゃっとさんにちょっと似てる。これはもう完全にキングが。そうですね、キングなんです私。よろしくお願いします。はい、なのでちょっとその2人がまた今回ユニットをね結成されるということで、ちょっといろいろお話をお伺いしていきたいんですけれども、私自身も科学をこう人前に出ていろいろ表現する仕事をしているんですが、お二人とも舞台で活躍されていらっしゃるので、そういった表現をされるときにどういったことにこう気をつけていたりとか、工夫をされているのか、もう本当にお伺いしたいなと思ってましてじゃあまず天功さんからよろしいですか？私はですね、やはりお客様の立場に立つのと、それからあといろんな方向からステージをご覧になる、上手下手バルコニーとか、それから一番遠くまでっていう、そこを全部計算してやってますね。だから、私の公演はレピーターがものすごく多いんですね。正面から見るのとやっぱり上手下手から見るのとやっぱり違うという形で、もう一度見たいとかっていう風に作ってます。いやそうなんですね。確かにもう本当に天功さん出てきたなっていう時にすごいいい匂いがしたんですよ、客席にいて。でこれ多分天功さんいる後ろにすごいいい匂いして、実は私、公演をする時って必ず私の手って30メートルぐらい伸びるんですよ。もちろん気分でね。そういうことですね。びっくりしたよ。一番後ろのお客様までヒュンとこう撫でるような羽みたいな感じで出てきて、それで全部が網羅できる、あと全部のお客様と目が合うっていう形に作ってるので。そうなんですね。確かに私絶対今天功さんと目合ったって思いましたもん。いる時に。そうなんですよ。もうそこまで一人一人のことを考えて舞台を作ってらっしゃるんですね。いやすごい勉強になります。ゆきゃっとさんはいかがですか？そうですね、20年こう音楽活動をしていて、やっぱりこのステージに立つっていうこと、ライブをするっていうことがやっぱ私の生きがいですし、目的なんですよね。なのでその瞬間のために日々をこう頑張ってるみたいな感覚があるので、やっぱその皆さんの大事な時間だったりお金だったりをいただいているっていうのもあるので、やっぱ私も絶対に必ず一人ずつと目が合うことだったりとか、もういかにこう愛の交換をし合えるかみたいなところをやっぱテーマにしてるので、もう好きですっていうのがちゃんと伝わるようにっていうのは一番歌に乗せるのもそうですし、パフォーマンスでも伝わるようにっていうのを一番大事にしてます。愛の交換。そうですね。いやちょうど私先日4月3日の、お誕生日にやられていたライブ、来てくださって、ありがとうございます。させていただいて、マクロス7のハート&ソウル、歌いました。歌ってらっしゃって、すごいもう会場が揺れてましたよ。本当にすごい皆さんすごい盛り上がってくださって、自分のワンマンライブじゃなかったので、本当初めましての方の方が多い中で、あれだけみんながこうわって乗ってくださったんで、すごい嬉しかったです。インタビュー記事でもその天功さんがそのゆきゃっとさんのライブを見てすごい揺れてるみたいな表現を、ゆきゃっとさんの歌とそれからパフォーマンスステージ見ると、こう風がこう揺れてるんですよね。でステージ全体が全部空気
気が流れている、空気が揺れているっていう感じがするので、とてもなんか最初に私がユキャットさんの見た時にはやっぱり、すごいなって、風が揺れてるなって、私風揺れてるステージ好きなので。すごい褒めてくださるんですありがとうございます。でそのお二人が今回ユニットを組まれたということですけれども、このキングになった経緯、だってもうこのお二人どうやって出会ったんだろうっていうところから。そうですよね。もともと今日も一緒に行ってくれてます、そのお互いのマネージャーがもう20年以上の仲だったっていうところもありまして、もうすごい長い付き合いっていうのもあった時に、天功さんが7年ぐらい前にそのイリュージョンのショーやるから一緒に行こうって言ってくださって、で見に行った時に、その時は本当ご挨拶だけだったんですけど、でその後私の10周年のワンマンライブの映像を天功さんが見てくださって、で先ほどみたいにこの空気が動いているっていうのを言ってくださった、そのたまたま2ヶ月後に天功さんのイリュージョンのショーが六本木 EX シアターで行われるということで、ここにコーナーユキャットの時間を渡すから何かやってみてくれませんかっていうことをいただいたんですよ。2ヶ月後でヒヤーって思いながら作りましてでやったんですけど、でその時にまた私は無茶ぶりで、今度はユキャットのライブに出てくれませんかっていうオファーをしたんです。そしたら魔法の状態に乗っていくって言ってくださったんですよ。もう最高だなと思って、でその半年後ぐらいに私のライブに出ていただいて、でその時はトークだったりとか、私に魔法指導をしていただいて、ちょっとライブしながらイリュージョンをするっていうのをやらせていただいたんですよ。でその時にもともと天功さん朝風まりさんでデビューをされているという歌手デビューをされていたので、今度はじゃあ一緒に歌いたいなって思いまして、今度は一緒に歌いたいです、ぜひ曲を作らせてくださいっていうオファーをその時したんですよ。そうなんです、でその時もステージ上でしたから、もうぜひって言ってくださいました。断れないです無茶ぶりが過ぎるそういう無茶ぶり、ドタバタから。そうなんです、ドタバタ、本当ドタバタ劇場だったんですけど、でも本当快くそう言ってくださって、でその本当3ヶ月後ぐらいにこのマジカルジャングルという曲をお渡ししたところ、一緒に歌わないかと言ってくださって、で最初はコーラスだけかなと思ったら、一緒にユニットやりましょうと言ってくださってキングになりました。そうなんですね。まさに私も朝風まりさんのマジックをしながら歌っている様子、笑顔でニコニコしながら歌っている様子です。何度も元気づけられてきたので、そんなね、お二人が歌われてる、もう歌ってる、もうやだ最高ですよね。ということで今回ユキャットさんが作詞作曲されたマジカルジャングルですけれども、絶賛配信中ということで、こちらどんな楽曲になりましたか？そうですね、どういう楽曲欲しいですかっていう感じでお話したところ、こういった曲っていうことでリファレンスをいただきまして、でそれがすごくみんなで一緒に乗れたりとか、手拍子できたりとか、体を揺らせる感じの曲だったので、じゃあ曲はそういう感じにしようかなっていうのと、あとはその天功さんがホワイトライオンのキングくんが生まれた瞬間だったっていうのもあったので、なのでちょっとジャングルとかキングくんの声を入れるとか、ちょっとキングくん絡みの曲にならないかなと思って作ったっていうのがありまして、皆さんなかなかあれかもしれない、本当にホワイトライオンを飼ってるんです、天功さんが日本で。今日も朝遊んできました。教えることいっぱいなんで。ちゃんとしつけも。そう、お手おかわりはできますし、テキーラって黙ってるとお人形さんみたいなので、テキーラって言うと口をって開けるので、で一緒にね、ユキャットさんも同じ顔してテキーラってキングくんにテキーラって言われてる、私もって開けてて、スケートボードを教えて、スケボーに乗っけて、スケボー特注で作って特注で乗っけて、うちすごい広いのでブワーッと走るようにって今教えてます。本当にでもお家があるんですね。私ずっと本の中で天功さんのお家をずっと見続けて、これ本当にあるのかなって思ったけど本当にあるんですね。結構世界各国楽屋代わりであります。いやもうそれが信じられないもう本当になんか天功さんはおよそ45年ぶりの音楽活動ということですけれども、ですね、日田天功になってからは、日本では歌わないようにはしてるんですけれども、そうなんですね、海外はオファーが来るので海外公演は歌ってるんです。そうなんですか。海外公演も行かなきゃ。いろんな形のマリリン・モンロースタイルだったりとか、いろんな形の歌で
やったりとかして、で日本は本当にもう久しぶり、半世紀ぶりみたいな形で、まあゆきあとさんが言わなかったら、歌出してないかなとか。いや本当ありがとうございます。一ファンとして本当にお礼申し上げます。いやなんかやっぱりそうですよね。もう世界的なイリュージョニストなので、でもやっぱ歌も歌えるし、やっぱエンタメというものにすごくこう貪欲といいますか、こう何でも面白いことに飛びついてくださる方だからこそ好奇心が本当にすごいので、一緒にできて私も幸せです。でもそんなお二人のね、化学反応が起きて、はいまたこの世界観が生まれてると思うんですけれども、呪文とか出てきますよね。出てきます。ですよね。はい。あれはどういったなんかコンセプトで。そうですね、やっぱりそれこそもう天功さんと一緒にできるということだったので、歌詞全部自分が書くっていうのもどうなのかなっていうのを思って、せっかくだから天功さんに呪文みたいな言葉を入れてそれを歌いたいんですけれど、なんかありますかねって言ったら100個以上届きまして、こんなにみたいな。私世界各国の、呪文とかっていうのを1000、2000たくさん知ってるんですね。それで本物の呪文と言われてるものもあったりとかして、で今回は恋の呪文だったりとか、こういいことばっかり、あと日本人が一番大好きな、宝くじが当たる呪文も一応入れて、絶対一日何時間も聞かないと。そうなんです。だから本当縁起がいい曲になりました。縁起がいいというのがちょっとコンセプトに入ってきてるわけです。とっても縁起がいい方が絶対いいので、聞いたらだからみんないいことが起こるので、ぜひたくさん聞いていただけると。じゃあちょっとここでいいですか、ぜひリスナーの、皆さんにもお届けしたいなと思って、ちょっと流させていただきたいなと思うんですけれども、では曲紹介をお願いします。では私たちのデビュー曲になります。聴いてください。キングでマジカルジャングル。お送りしたのは各種配信サイトにて絶賛配信中、キングでマジカルジャンゴでした。本当にホワイトライオンのキングくんの声も入ってましたね。いやすごいなと思うのと、あとジャンゴジャンゴね、もうみんなで乗れますよね。そうなんです。やっぱみんなで一緒にこう大合唱できるような曲にしたいなって思ってますし、この天功さんのショーを見た時もそうですし、ユキャットのライブもそうなんですけど、すごく見てくださる世代が幅広いんですよね。本当子供からもう本当おじいちゃんおばあちゃんまでいるライブになってきたので、なので家族みんなで楽しめる曲をというのもテーマに作りました。そうですね。確かにお二人の、ずっと多分ファンの方とかいらっしゃったり、ユキャットさんもいろんな男女問わず。そうなんです。最近ファミリーがやっぱ増えてきました。そうなんです。すごいやっぱり子供の頃から、それこそ小学生
生からファンだった人がもうやっぱパパママになってるんですよ、20年やってると。で子供連れてきてくれるんですよね。嬉しいです。私もこう活動を続けることが目標なんですが、長くやってるとなんかいいことありますか？どうですか？やっぱり私の場合は契約があるので、はい契約にのっとって、やってるっていうところもあるんですけど、やっぱりレッツコンティニューでずっとこのまま続けてたらいいかなと思ってます。いやそうなんですね、またいろんなね時代によっていろんなファンの方が、ね、ついて出会いもそうですね。増えるのかなと。でもやっぱり続けてきたからこそ、こうやって天功さんと一緒にできてるんでやっぱ続けてるからこそ出会えてるので、そうですよね。やっぱ続けるってすごい素敵なこと、すごい大変なことですけど、でもやっぱそれだけ得られるものが本当に多いので頑張りましょう。頑張りますちなみに楽曲の売り上げが動物愛護の活動に、役立つように寄付を、されるということですけれども、これはどんな思いで？実は私のお母さんってアメリカ人なんですね。はい、で生みの親と育ての親っていう形で、育ての親なんですけども、ずっと長く育ててくれて、そのお母さんが全米の動物愛護協会の会長なんですよ、それで私にもあなたも何かそういうようなことをしなさいということで、アフリカンワールドライフファンデーション、アフリカの動物の保護団体のその親善大使をやってるんですね。でアフリカの人たちに動物は殺してはいけないとか、あとこちらから言ってしまうと、なんだっけたくさんのあれなんだっけ注射打たなきゃいけないんですよね。私5種類ぐらいでもう熱が出ちゃってダメだったので、だからもう、学校を建ててあげるとか、それから黒板を送ってあげるとか、学校の先生を送ってあげるとかっていう、そういうような形でしてますね。かっこよすぎるもんそういった活動をされたところをね、こう社会にどんどん生かしていくっていう、そういった、スタンスというか態度もすごく勉強になりますし、これから私もそういったことできたらなというふうに思いました、あとね、2人と1頭でユニットなんですよね。ホワイトライオンのキングもメンバーなんです。キングも一緒にいて、今一応一緒にいるんですよね、私の目の前に。そうですね、今日はちょっとミニチュアになって一緒に行って、ぬいぐるみになって一緒に来てくれてます。そうですね。ということで、ぜひ皆さんもお聞きいただけると嬉しいです。ちょっと私のドイツでサイエンスショーをしまして、なんですが、もう2人とも海外公演をされているということで、日本から海外に出て、舞台とかショーするときにまたちょっと違う部分もあるのかなと思うんですけれども、海外でどうやったらこう見てもらえるようになりますか？まずは私の場合は言われてるのは笑わないこと、それからイエスを言わないこと、それから一歩引かないこと、一歩引かない、そう何かあったらもう一歩前に出てくっていうその形とか、なんかそういう個性を出すっていうこととか、そういうようなのプラスその辺の強さを出すという形。強さですか。それがやっぱり一番成功したことかなと思ってますけどね。そうなんですね。確か私生クリームを、実験道具の生クリームがあるんですけど、ぶちまけてちょっと笑っちゃったりしたので、ちょっとそこはね、今後笑わないようにしながら。なぜ笑ってはいけない？特にね、日本人は神秘的に思われる。だから笑わない方がいいんだって。魅力になるんですね、それが。で、大体は普通若い女の子はみんなヘラヘラ笑ったりとか、笑います。で笑っちゃいけないんだって。それであと声のトーンも、私日本では結構高い声でキングですとかってやるんですけど、アメリカ行くとはい、I'm Princess Tenkoでこの声じゃないといけないので、だから向こうから帰ってくる時にドレミファソラシド上げて帰ってくる。だからそれをもう1年を4分の1に分けてアメリカ、ヨーロッパ、アジア、日本で公演してるので、ずっとやってたので、私中国のねオペラ向こうのとかっていうのあるじゃん、歌えるようになったんですよ。そのおかげで次の曲にちょっといいかもしれないですね。いいかもしれない。もう中国のね試験場でも歌えるぐらいのああいうようなね声が出るようになっちゃって、操ってますね、声も。
ぱミステリアスがいいってことですね。キャットさんはどうですか今のはい聞いて。いや私はどっちかっていうとこうアニメのイベントに呼んでいただくとかが多かったりしたので、逆にこのまんまでも大丈夫だった感じだったんですよ。なんか確かに日本といえばそうですね、なんかうもうアニメを知ってくださってる方の前でしか私がやったことがないので、でもね今後キングでもなんかいろいろやっていきたいそうですよね。おし二人で海外公演そうですね、その時はミステリアスになれるようにちょっと頑張ります。一緒にちょっと声を、はい、結構声高い方なんですけどちょっと喋る時だけね。そう歌う時は別だけど、喋る時だけはそうする。それとあとインタビューを受ける時は必ずこう足組んでね、こういう風にしてね、こうやんないといけないっていうね。やっぱもう強強さじゃなくてね、あとリラックスしてますっていう。足を組んでるのがそう足を組んでこういう風にしたりとか、こんな感じで、はいってそうなのって言うとすごく私がリラックスしてフレンドリーにしてるの。逆にこういう風に日本人みたいなこういう風にしてると、そうすごく緊張してて、全然私たちと馴染んでくれてないんだなっていう風に思われちゃうから、その辺のジェスチャーとかも全部教えられたので、そこのところはだから日本に帰ってくると、インタビューを空港なんかですると、あそうですね。と思ってこれはいけないと思ってスッと置いたりとかして、この間もお菓子マネージャーさんが出してくれて、食べようかなと思ったんだけど、違うここが食べちゃいけないとこだと思って、大丈夫ですけどね。そういう全然全く考え方が違うので、そうだから失敗しても向こうの人は誰でも失敗するんだから、失敗してこうなったりとかいじけたりとかすると、あなた何やってんのみたいな感じで、失敗したらあなたたちもあるでしょみたいな感じでやると、みんな大拍手すると思っていう。このマインドは日本に欲しい。ですよね。強くなりそう心が。そうですよね。で私この天功さんのこのビジネス最強の法則っていうのをずっとサイエンスショーの時は持って行ってるんですよ。お守りみたいな。行く時にでそういうこと書いてあるんですよ。強く言いなさいとか。なんですけどやっぱなかなか実践に移すの難しくって、でもその辺さらっとこうできるのってどうしてできるんですか？やっぱり外人って大きいじゃないですか。でも日本人はイエスしか言わないって言われてるので、はいそうなんですって思っても一番最初には答えはノーって言って、ノーから始まって、そうすると向こうはなんでってこういう風になるので、じゃあここはどうのこうので、じゃあこれはいいけれどもっていう風に言うと、ありがとうってなるんですね。だからその辺の一番最初にノーってから入るっていうのがやっぱコツ。これはいいこと。確かにね、このドタバタ科学ラジオは結構研究者の方も聞いていて、海外でそういう研究をアウトリーチする方も多いので、まずはノーと言ったらいいですね。ノーですね。はい、ということでね、あっという間なんですけれども、ちょっと最後にこの番組、ドタバタ科学ラジオということで、お二人のちょっとドタバタエピソード、いやもうちょっとね本当にこれ聞くの恐縮すぎるんですけれどももしあればちょっとお伺いできたらなと思うんですけれども、どうですか？じゃあまずゆきゃっとさんから。はい、私は割と多いのでどれにしようかなぐらいのレベルだったんですけど、最近だとそれこそ自分で動画編集をしてることも多いので、こうリズムのファンクラブとかユキャットのファンクラブ YouTube とかの映像も全部自分で撮ってこう編集をしてるんですね。なのでやっぱスマホとかだと最近仕事とかでも使うから、あんまりこう映像を撮るとかが難しいで、ビデオカメラをよく持ち歩いてるんですよ。でビデオカメラを自分で撮ったりスタッフに撮ってもらったりとかをしてる、そのビデオカメラをもうあまりにも怖いすぎて今5台目やっぱそのなんかカバンの中から物を取る時なんとかドタバタしちゃうんですよ。私すごくいろんなものが入ってるんですか？そうですね。カバンもすごいなんかちっちゃいカバンに憧れるというか、もう常に大きくていろんなもの入れて歩いてて、でどこだっけみたいなことでいつも物を探して、いつもことして5台目で毎回スタッフさんにすいませんまた壊したんで買ってくださいっていうのまたみたいなのがもう5回あります。そうなんですね。後ろのねマネージャーさんがね今苦笑いしてますね。しょっちゅう壊してますっていうドタバタがあります。いやでもそういったね、常になんですか、次の曲どういう風にしようかなとかやっぱいろいろ考えてらっしゃるのもあるんですか？そうなんです。頭の中がすごい騒がしくて、もう常にっていうことにしといてください。そこでこのね、キングの楽曲も生まれたということでね。はい。天功さんは
かがですか？私は海外編と日本編と2つある両方聞きたいんですけど、まず日本すごい気になり編は横尾忠則さんって画家の方でいらっしゃいますよね、はい私あの方とお友達なんですけど、うんあの方にある時そっくりなかぼちゃを見つけたんですよ。でかぼちゃに絵を描いてそれで横尾さんのところにお家行ってこれ横尾さんだからって言ったらすっごい喜んで、うわ嬉しい嬉しいって言って横尾さんお部屋の、一番いいお部屋のところの暖炉の上に飾ってたんですって、はい、そしたら何ヶ月後か経ったら大変なことが起きたって横尾さんから電話があって、どうしたのって言ったらかぼちゃが腐って僕の大事なダリの絵の上にダーッとなったって言ってそれは大変だねって言ってお互いにドタバタしたっていうことがあるっていう。で今度外国編は、はい、よく王族からお誕生日とかで招かれるんですよね。そうするとなんかこう答えたりとかする前に、向こうで全部こうしてくださいああしてくださいっていうそういうようなものを決められるんです、はい、で必ず喋る前に Yes my royal highness ってつけなきゃいけないっていうふうに言われて、でそれを絶対にパッと答えて、あそうですねみたいなことじゃなく、まず何が何でも、はい、Yes Royal Highness から始まってくれと言うんですね。それで言って覚えて、そしたらうちの金庫番マネージャーがなんかハーネスみたいですねって言ったんですよ。そしたらもう日本語と英語とごっちゃごちゃになってハーネスワンちゃんのハーネスみたいなロイヤルどっちだっけみたいな感じで頭の中がねドタバタしたっていうドタバタのレベルが異次元ですねちょっとね異次元すぎましたすごい。あとなんかテレビでなんかホテル海外のホテルにいらっしゃった時になんか誰か知らない人がなんか入った形跡があるみたいなのをなんか拝見したんですけど、なんかあったんですよ。それでなんかわかんないんですけど純金の何かお借りしたんですか？いろんなものお高いものが置いてあったんですよ。怖い自分のホテルの部屋ですよだってなんか持ってかれたんだったらとかって思うけど置かれてたんですよ。これどうするんだろうなと思って、それでホテルの方呼んでこれホテルの方からのプレゼントですかって言ったらいや違うって言って、じゃあもう受け取るわけじゃないので警察呼んでくださいっていうことで、で警察にすごいこんなみたいな感じで大騒ぎしたことがありました。やっぱちょっともうドタバタのレベルドタバタのレベルがちょっと国際問題ですよ。国際問題に発展するレベルなんで本当ね。はい、ということでもうねたくさんお話をさせていただいて本当ありがとうございます。そろそろお時間ということで、最後に告知関係がありましたら、よろしくお願いします。はい、もうすぐなんですけれども4月の21日の日曜日、東京のお台場のデックス東京ビーチこちら3階のデッキスペースでなんとキングのフリーライブが決定してますなのでお台場に皆さん天功さん現るですぜひ氷太郎で2時からフリーライブ30分間ほどやります。その後物販とかもやりますのでぜひ皆様観覧無料になってますのでお待ちしております。キングくんも来るんですか？今申請中なんですよね。一応来るっていう風には言ってるんだけれども、許可が下りればなんですよね。厚生省と環境省に届け出をしないといけないんで、日本なんで、病院に連れてったりとかするのも許可を出して、それで移動するっていう形なので、日々がドタバタすぎてもうついていけないですよ。YouTube で私の事務所に実はキングくんが来てくれた映像が10分ぐらい載ってるんです。そうなんですよ。その時もしっかり許可が出て環境省と厚生省が1時間私の事務所にいるってことを認知した上であそこにいました。外に出ていいのは1時間だけなので、何をするにも国が動くんですね。そうですね。すごいということでこちらのライブでは今日流した、マジカルジャンゴルも流れるもちろん、お披露目しますので生でじゃあみんなでジャンゴルやりましょう、やるのもね、楽しみですね。お待ちしております。はいということで改めてプリンセス天功さんとユキャットさんとホワイトライオンキングくんとのユニットキングの最新情報はユキャットさんとプリンセス天功ファミリーの SNS などをぜひチェックしてください。ということでドタバタ科学ラジオここまでのゲストはキングのプリンセス天功さんとユキャットさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ドタバタサイエンスラディオ。
ドタバタ科学ラジオ第25回、私踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希が気になるゲストさんをお迎えし、対話の中でどんな化学反応が起きていくのかをリアルにお届けするゲスト企画を行いました。いかがでしたでしょうか。もう化学反応どころじゃないよ、もう本当にって思ったんですけど、いやこれはもう五十嵐ニトログリセリン美希無事爆発ということでねはい、私は全然無事じゃないです。本当にダイナマイトを発明したノーベル賞のノーベルさんもね驚きですよこれはね。ということで本当にもちろん化学変化もありましたし、とにかくねいわゆるその研究をするものとしても、一般のね社会にいるものとしても非常にこう学びのある内容が多かったんじゃないかなと思いますね。もともと持っていたこのプリンセス天功さんの夢とキャリアを必ず実現させるビジネス最強の法則というね本、この中にもいろいろ書いてあったんですけれども、とにかくレッツコンティニューということで、私はレッツサイエンスですけど、名天功さんはレッツコンティニューと言ってましたね。レッツコンティニューからパクってやばい、ちょっともうそれ多分ね私の潜在意識レベルにもうレッツコンティニュー入ってて、もう意識すらしてないもう私半分プリンセス天功さんだからもう意識とかしてないからもうはい、だからそういうねちょっと辛い時とかとにかくレッツコンティニューと言い続けるということでね、はい、学びになりましたね。あとはユキャットさんももうね言っちゃうっていうね、歌やりましょうって言っちゃうっていうね、その一歩踏み出したからきっとこのキングの企画も誕生したということになるわけですから、いやーだから本当に、これからやっぱ海外にもねたくさん行く機会は増えるだろうなっていう中で、そういったマインドとか心の持ち方みたいなところをすごく勉強になりました。本当にもう信じられなくない？だって普通に考えてさ、こんなさラジオにさ来る普通来ないでしょっていうねところで、いや本当生きてりゃいいことあるなっていうねことを思いましたんで、ありがとうございました。ということで今回聞いてくれたあなたにもねぜひいい化学反応が起きていればと思っております。ぜひ感想も送ってください。すべてのお便りはドタバタ科学@gmail.com まで。メールアドレスはこのポッドキャストの概要にも入れておきます。番組の感想や応援などは X でハッシュタグドタサイをつけてポストしてください。そしてこの番組ドタサイを聞いて新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいです。お仕事関係の方ぜひご連絡をお待ちしています。連絡先は所属事務所ワオエージェンシーのお問い合わせにお願いします。こちらはポッドキャストの概要に入れておきます。ユーキャットさんも言ってたからもあるんじゃないですか、このイリュージョンと科学みたいな一緒に、なんかやるとかステージをやるとかコラボのイベントみたいなのもねありなんじゃないですかねということだけねお伝えしておきたいと思います。そういう企画もねぜひお待ちしております。ということで最後まで聞いていただきありがとうございました。最後はこの言葉で締めましょう。せーの、レッツコンティニューサイエンス。東京都市大学特任准教授踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希でした。また次回をお楽しみに。お便りや感想も待っています。バイバイ。